どうも、日本語で喋りましょうの角と、木村です。このポッドキャストではナチュラルな日本語でいろんなテーマについて話しています。すべてのエピソードの振り仮名と英語訳重要単語リスト付きのスクリプトをパトレオンで公開もしています。お刺身のように新鮮で生の日本語を学びたい人はぜひ最後まで聞いていってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。今日は履歴書について話したいと思います。はい。で、もちろんね、いろんな国で仕事を探すときには、履歴書を書くと思うんだけど、日うん。本は日本バージョンの履歴書の書き方とかルールがあるんでね、そういった今日は日本の履歴書の特徴とかについて話していこうと思います。はい。はい。で、まず日本の履歴書、どんなものなのかっていうのを簡単に説明すると、大抵 A3 サイズの紙に手書きで、例えば、名前とかね、住所とか書いたりして、うん。で、写真も載っけたりっていうのが日本の履歴書のスタイルだよね。そうだね。うん。で、今ちらっとさ、名前とかさ、写真を貼ったりしなきゃいけないって言ったんだけど、他にさ、どんなことをうん。履歴書に書かなきゃいけないか知ってる？生年月日も書くよね。うん。あんまり年齢って書かないケース、海外だったら多いけど、うんうん。日本の履歴書には生年月日も書くよね。確かに。確かにそうか。なんか、いつもさ、自分は生年月日書いてたから、それが普通だと思ってたけど、書かないところも全然あるか。うん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 。そうだね。そうか、そうか。確かに、確かに。それからあとは連絡先とか学歴とかうん。仕事そうね。の経歴とか書くよね。そうだね。うん。で、あと資格とかも書くよね。例えば自動車の運転免許持ってる人は運転免許持ってますとか、例えそうね。ばあとは何だろう、英語を話せる人とか、英検1級持ってますとか、うんうんうんう TOEIC ん。900点ですみたいな、そういう資格を書いたりはするよね。そうだね。とにかく、結構いろんな資格が日本は多いからさ。確かに確かに。木村はさ、この履歴書に書けるなんかスキルとか持ってる？そうだね。教員免許を、おー、すごいね。そう、中学校と高校で働ける教員免許うん。は持ってるから、かけるとしたらそれがそうだね。そうかそうか。学校のうん。先生とか塾の先生とかになるんだったら結構それは強いかもね。そう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 。そうかね。なるほどね。そうだね。うん。俺、けどそんないい資格ないかもな。自動車免許とあとね、漢字検定持ってるんだよね。準2級。あ、マジそれは大事だよ、大事。うん。でもね、なんか、準2級ってそこまですごくないから、あんまりね、書いても意味ない気がする。なんか、1級とかだったらね、すごい大きく書きたいけど、準2うん。級だったら逆に書かない方がいいような気もするね。準2級はもう、頑張ったらさ、中学生でも取れるからさ。あ、そう、そうなんだね。うーそうそう。ん。それぐらいかな、俺の資格は。で、あと書くとしたら、志望動機とか結構重要だよね。志望動機大事だと思う。ううん。ん。やっぱり、なんでその会社に入りたいか、なんでそこで働きたいかっていう、なんだろう、情熱を伝える場所ってのは履歴書の中でさ、やっぱり他はさ、資格とか経歴とか何も変わらない部分だけど、この自うん。分の情熱とか志望動機っていうのは、ここでアピールしないといけないから結構大事だよね。そうだね。はあはあはあ。で、さっきちらっと言ったんだけど、日うんうん。本の履歴書って基本手書きじゃん。そうだね。これなんで手書きなんだろうってさ、考えたことある？ないけど、うん。今パッと思いついたのは、うん。あのそこまで、手間をかけて会社に入りたいんですっていう、風に思わせるうん。一つ。うんうんうん。確かに確かに。やっぱりそこに労力がかかってるわけだから。ね、デジタルだったら全部コピペしてさ、コピーペーストしてさ、ね、いろんな会社に送れるけど、やっぱり手書きだとね、時間がかかるからね。そうそうそう。もう、だって、
例えば間違えちゃったらさ、その履歴書はもう使えないわけじゃん。そうね、結構修正機とか使ってもう一回書いたらあんまり印象良くないからね。うんうん。だからもう一回新しい履歴書用意して書き直さないといけないし、うんうんそれだけ手間がかかってるから、うん。うんあとは人によってそのさ、やっぱ字の味が出るからね。うんうん。まあそういう字からも、その人の、なんだろう、特徴とかも出せるかなっていうのはある。確かにそれはめちゃめちゃ思うね。結構他の国は分かんないけど、日本ってさ、その字から性格がちょっと分かったりするよね。そう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 。ううん、ん。すごい丸い、なんか可愛い字書いてる人はなんか性格もちょっと可愛いんだろうなとか、結構そうね。大きく力強く字を書く人は自信がある人なんだなとか、そういうのも分かるよね。うん。やっぱり、その人のすごい個性が出るんだよね。うんうん、出る出る。うん。うん。で、自分がさ、もし雇う側、会社側の人だったらさ、手書きの履歴書と、まあ、デジタルの履歴書と、どっちの履歴書を読みたいって思うーん。デジタルのやつの方が読みやすいから、デジタルの方がいいんじゃないかそうね。なって思うけどね。そうね、そうね。やっぱりね、手書き時々ね、手が汚い人とか味がありすぎる人は、ちょっと読むの大変だもんね。そう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 んうう。うん。ん。確かにそれはあるね。で、しかもさ、手書きの履歴書さ、最近さ、もうみんなスうん。マホとかさ、パソコンとか使ったりするからさ、手で字書かないじゃん。そう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 ん。だからやっぱそれも影響して、やっぱデジタルの方が見やすいってのはあるよね。う。うんう日本ん。の履歴書って写真も貼るじゃん。あ、そうだね。あれってなんでなんだろうってさ、考えたことある？俺が思うに、自分がベストだって思う状態で写真撮ってくると思うから、うん。その写真を、履歴書に貼ることによって、うん。採用側も、あ、この人が仕事に就いたらこういう感じなんだなっていうふうなことが想像うん。できると思う。うん。だから、確かにね。写真を貼ってるんじゃないかな。確かにそれは結構思うわ。まあもちろんね、見た目でさ、まあ、かっこいいからとかさ、かっこよくないからって決めるのはちょっと違うかもしれないけど、でもさ、やっぱり仕事によってはさ、接客業の仕事とかもあるわけじゃん。うんうんうん。で、接客業の仕事ってやっぱりさ、第一印象めちゃめちゃ大事じゃん。うん、そうね。うん、やっぱりそれを判断する上で、この写真っていうのは一つの大事な要素かもしれないよね。うん。なんか、今それで思い出したんだけど、うん、俺が中学2年生の時のうん、担任の先生が、なんかうん、口癖っていうかよく言ってた言葉がうん。あって、それが人は見た目が9割って言ってたね。あ、そうん。で、まあ、それが何が言いたいかっていうと、う。うまあ、ん、見出しを整えるってことはどれだけ大事かってところ、うん、うん、もしかしたら、どこでね、初めて人に会うかもわかんないし、うん、うん、その時に自分がこのベストな状態でこう見うん、せれないだったら、うん、やっぱその人に対していい印象を与えられないから、うん。いや、本当にそうだと思う。木村が今言ったように、そのモデルみたいにかっこいいとかじゃなくて、その身だしなみを整えるっていう意味で、例えば寝癖がついてないとかさ、鼻毛そうね。が出てないとかさ、何が出てた。そういう小さいところをやっぱり見られてるんだと思うんうんうん。そうね。う。うん。木村はさ、自うん。分がもし雇う側の人間だったら、履歴書の写真のどの部分を、注目してみる？まあ、最低条件でこううん、髪型とか整えてるだろうというのがあるうん、から、うん、もっとその細かいところでね、うん、うん、そのうん。シャツのなるほどね。襟が整ってるかとか、ネクタイちゃんとこううん。締まってるかとか、なるほどね、男性だったらなるほどね。そういう。うん。確かにそれいいポイントで、やっぱりさ、証明写真撮るときってさ、髪型とかをさ、しっかりちゃんと整えていくけど、服まで気を使えてる人は案外少ないかもね。俺だったらどこ見るんだろう。多分、俺が見るのはね、まあ証明写真って基本的にさ、笑ったりはしないじゃん。うんうんうん。でもそれでもやっぱりさ、ちょっとなんか幸せそうな顔っていうかさ、なんか悲しそうな顔してたらさ、ちょっと
ねえ、第一印象あんま良くないじゃん。そうね、そうね。うん、だかうん。らちょっと真顔ではあるんだけど、笑ってはいないんだけど、なんか楽しそうな、明るそうな表情っていうか、そういうのが写真から伝わってくると印象いいんじゃないかなって俺は思うね。だからこの人と働いたら、うん、楽しそうだな、みたいなのがこう伺えるというか、そうそうそう。もうすんごいさ、ね、暗い、なんか怖い見た目っていうかさ、まあ、もちろんね、その元々が怖い顔とかじゃなくて、もう実際に会ったらこの人暗いんだろうなっていう印象だったらやっぱり、あの、雇いたいとは思わないよね。そうね、そうね。それはそうん。うだろうね。うん。うんうん。まあ、こんな感じだよね。日本の履歴書の面白いところっていうか独特なところは。うん。そうだね。うん。で、結構ね、今話してきた中でさ、やっぱり日本の履歴書ってアナログだけど、まあ最近はいろいろデジタル化っていうのも進んできてて、まあ企業によってうん。はね、オンラインで履歴書出せたりするところもあって、でもやうん。っぱり俺らが今日話したように、まあ、手書きを重視する会社ってのも存在して、でまあこれから先はね、どんどんこのアナログの履歴書とデジタルの履歴書がどんどん融合していくっていう可能性はありそうだね。そうだね。うん。うんうんうん。はい。ということで今日は履歴書について話してみました。皆さんの国の履歴書では何が重要ですか？ぜひコメント欄で教えてください。それから今日の話を聞いて少しでも面白いと思ったら、ポッドキャストのフォロー、YouTube の高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それじゃあ最後まで日本語で喋りましょう。聞いてくれてありがとうございます。今日話した内容の振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトを見たい人は、リンクに載っているパトレオンのサイトをぜひチェックしてみてください。そこで話してほしいテーマもリクエストできるので、どしどしメッセージを送ってください。それでは皆さん、さようなら。さよなら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。